どうも、ケイスケです。ついにナスを導入しました。いや、長かったね。僕が動画配信の活動を始めてから8年ぐらい経ってようやくこのナスにたどり着きました。というか、今までデータ管理どうしてたんじゃという話なんですけども、そもそもナスって知ってますか？僕はね、ナスのイメージも本当にざっくりでした。なんかデータ管理の方法の1個で、ちょっと便利そうでもめんどくさそう、なんかそんなイメージだったんですよね。なのでもう物理、僕 SSD とか大量に買ってそれでずっと過ごしてきた人間なので、それでええやんと思ってたんですけども、昨今メモリの値上げやばすぎてSSD 買えない、気軽に買える値段じゃなくなっちゃいました。でそんな理由もあってデータ管理の方法をいろいろ調べていて、最終今ねナスにたどり着いたんですけども、そもそも僕ナス否定派なんですよ。なんでかというと、1個幅取るで、2つ目がなんかめんどくさそうで、3つ目が言うて別にコスパ良くなくないと思っていたんですよね。こう思った僕みたいな人きっと多いと思う。でそういう人こそもう今日は見ていってほしい。完全に間違ってました。間違ったっていうのも、僕いろいろナスのことを調べていると、だいたいコスト面のことしか書いてないのよ。コスト面でクラウドより安いと、だからナス導入するんだみたいな話されることが多いんですけども、いやそうじゃない。だってコスト面だけ考えたら、ハードディスクを普通に1個買って直接パソコンとつなげる方が安いじゃん。むき出しのねハードディスク買ってガシャッとやってパソコンにつなげばそれが一番安いと。なんですけどめんどくさいんですよ。僕それやってみたんですけども、だんだんめんどくさくなってやらなくなるのね。つまりどういうことかっていうと、このナスっていう存在はコスト面、もちろんコスト面のメリットもあるんだけど、それに加えて効率化、これのいいとこ取りなんですよっていうのが今回のナスです。それに気づいて僕めちゃくちゃポジティブになりました。なのでもう安さ完全重視、僕どんなに面倒くさくても夜自分でつないでやりますっていう人は全然ナス買わなくていい。正直ナス買わなくていいんだけど、絶対面倒くさくなる。僕みたいにいちいちハードディスクつないでってやると、もちろん最初の頃はできるんだけど、だんだん面倒くさくなって半年後はもう分賃になってるみたいな人もたくさんいると思いますので、そういう人には本当に今回の動画見ていってほしいなと思います。ナスね、導入したらデータ転送もうポチです。そんな感じのナス、僕が導入したものから、あとはもちろんコスパの面でこのハードディスク買った方がいいよ、この容量ならナスがおすすめだよっていうのも含めてがっつり語っていこうと思いますので、ぜひ見ていってください。早速いってみましょう。はい、ということで、ナスの紹介なんですけども、なんか僕の持ってるナスすごくちっちゃい感じしますよね。そうっす。僕の持ってるこのナスがユーグリーンっていうメーカーの、初心者エントリー向けのナスになっています。でそもそもナスって何なんだっていう話を、さらっとおさらいしておくと、自分専用にお家に置けるクラウドストレージみたいな感じですね。要するにクラウドストレージ、皆さんも Google ドライブとかドロップボックスとか、使ったことある人多いんじゃないかなと思うんですけども、そういうクラウドストレージって企業が持っていて、そこを借りると。なので毎月サブスクでお金がかかるんですよね。に対してこのナスっていうのは1回買ってしまえば、もちろん電気代は多少かかるんだけども、基本的には追加の費用がかかりませんよというものになっています。なのでですね、僕のこのナスっていうのも中にこのハードディスクが2個入っていて、でここにもうネットワークでつなぐことによっていつでもデータの出し入れができるというものになっています。もちろんお家にいるときは同じネットワーク内にこのナスっていうのを接続しているので、そのネットワーク内でデータのやり取りができるし、じゃあ自分が外に出た、カフェに行ったとか、あとは違う場所、僕だったらオフィスに行ってるとか、そういうタイミングだったとしてもネットワークを経由してデータを引き出したりすることもできます。そんな感じで本当に一般的なクラウドと同じような操作ができるのに追加の費用がそんなにかかりませんよっていうのがこのナスっていう存在になっています。だからね、よくクラウドと比較されることが多いんじゃないかなと思います。で僕が今回導入したナスがこちら、ユーグリーンの DH2300 っていうナスです。で僕さっきも言った通り、最初ナスは否定派だったんですよ。なんでかっていうと、スペースを取るでめんどくさそうでコスパもそんな良くないんじゃないかみたいなところで、これがまるっと解決されてるなって思うのがこちらのユーグリーンのナスです。でまず1個スペースですよね。比較的コンパクトです。もちろんね
サイズとしてちっちゃいかでいうとそんなことないんですけども、まあ辞書ぐらいのサイズなので、ブックエンドとかにしてもまあ別に変じゃない、見た目もそんなに悪くないじゃないですか。なんかごつくてメカメカしいっていう感じもしないので、まあインテリアにもちょっと馴染みやすいかなっていう見た目をしています。で、まあ、僕の場合は最近レコードゾーンが増えたので、そのレコードの間に隠して使っているんですけども、まあ、今ね接続してないんで、スペース取るんじゃないかっていう以外にも、まあ、めんどくさいっていうのがあったと思うんですけども、それもね超簡単でした。いや、なんかびっくりした。僕ね、他のナス自体を使ったことがあるわけではないのよね。なので別に他のナスと比べてどうとかいうつもりはないんですけども、これ自体設定めちゃくちゃ簡単で、なんか僕のイメージだと 2,3 時間初期設定にかかるっていうイメージだったんだけど、本当に10分で終わりました。やり方としては、まずここにハードディスクを入れるだけ。このハードディスク入れるときに、買ってちょっとネジでくるくるっとこれを止めたら、もう2個ガシャガシャっと、差し込みますと。で、基本的にはこれで終わり。あとはケーブルを挿すだけですね。で、僕実はですね、このレコードの裏にルーターとかを隠してるんですよ。こんな感じで、まあ、ケーブルがやっぱごちゃってなるんで、それを隠したくて。で、ここにナスをいつも設置しています。やり方としては LAN ケーブルと電源をつなぐだけ。よいしょ。で、電源をオンにしますと。まあ、こんな感じでちょっとみちみちに詰めちゃってます。まあ本当はね良くないんだと思うんですよ。ケーブルとかがちょっとごちゃごちゃしてるのとか良くないと思うんですけども、まあ使えてるので許してください。で、よいしょ、こんな感じで封をしたら全然見えないですよね。素晴らしい。で、今ね電源をつけたばっかりなので、ちょっとねネットワーク接続されるまでに少しだけ時間がかかるんですけども、基本的にはウェブブラウザ上か、もしくはアプリをインストールしてそのアプリ経由でデータのやり取りをするという形になります。で、スマホつなぐときには、あの NAS の前面に NFC タグがついているので、そこにピッとかざすだけでアプリケーションにすぐ行くことができます。はい、入ることができました。ということで画面ちょっと見ていきながらやっていきましょう。はい、こちらがユーグリーンの NAS の中身です。かなりパソコンのデスクトップに近いですよね。で、このファイルっていう部分を見ると、ファイル何が入ってるかを見ることができますと。で、他にもコントロールパネルとかいろんなものがあるんですけども、最初にやるべきこととしてはこのストレージマネージャーです。で、もうねやってるんですよ。もうやってるんですけども、ここでストレージをどのように使うかっていうのを設定できます。で、NAS にはちょっと難しいレイドっていうものがあったりするんですけども、これねバックアップのシステムですね。この NAS が2つの場合、ちっちゃい NAS の場合っていうのは、レイドを組む場合はレイド0、レイド1っていうのが指定できます。で、本当はハードディスクがたくさん入るとレイド5とか、いろんなレイドが指定できたりするんですけども、簡単にレイド0とレイド1だけ説明しておくと、レイド0の方は例えば今 4TB のハードディスク2つ入れてるんですけども、それの合計 8TB 全部使えます。で、なおかつ高速ではあります。ただその2つのハードディスクひとまとめにして認識するみたいな形になるので、1個壊れちゃうともう全体のデータが失われちゃいます。に対してこのレイド1っていうのは、2つハードディスクがあったら1個はバックアップ用みたいな感じでミラーリングして同じデータ書き込むんですよね。なので1個故障しても、バックアップにデータが残ってるという状態を維持できます。その代わり4テラ4テラ入れて合計8テラにしたとしても、使えるのは4テラバイト分になります。なんかちょっともったいない気はしちゃいますよね。なので僕この NAS 導入した時にもったいないなと思って、それぞれ別にレイド組まずにそれぞれ個別にハードディスクとして認識させて接続するってこともできるんですよ。なんですけども最終レイド1にしました。要は4テラ4テラ組み込んで合計8テラなんだけども、4テラバイト分の容量しかないよというものにしています。で、これなんでかっていう話なんですけども、やっぱ壊れた時が怖いんですよね。で、しょっちゅう壊れるものではもちろんないんですけども、NAS ってどうしても24時間稼働してるので、ずっと動いたままじゃないですか。そりゃ壊れる可能性もゼロじゃないですよね。僕何回かハードディスク壊したこともあるしっていうのもあって、一応レイド1にしています。おすすめの度合いで言うとそうですね、レイド1にしとけば安心かなとは思います。で、そんな感じでレイド1で組んでるんですけども、じゃあ実際の速度とかちょっと見ていきたいですよね。まず普通にアップロードしたいですという風になった時にファイル開いてですね、で、ここにアップロードみたいな感じでファイルフォルダをアップロードっていうのが指定できるので、もうこれ選んであげます。そうするとね、いろいろアップロードできるんで、試しにこれアップロードしてみましょうか。はい。
でタスクセンターのところを見るとアップロードの速度が確認できます。今ちょっとね土日に撮影しているのでネットワーク環境がそんなに良くなくて若干速度が遅いんですけども、今最低ラインぐらいかな。今まで使った感じだとだいたいここ 560MB パーセカンドが平均って感じでした。30から560のことが僕は多いかな。こんな感じでそこそこ普通にプレビューができます。で動画の方も、プレビューしてみるんですけども、ちょっとこれかなり重たいデータな。 2.4 ギガ 2.4 ギガ重すぎ。こんな感じですね。ちょっとこれはさすがに重すぎかもしれないんですけども、じゃあ普通のデータ、例えば、こういうデータとか、普通にプレビューできますよね。これこの前キヤノンのアンバサダーの活動で撮ったやつですね。この辺の軽いやつであればリアルタイムで再生することができると。これしかも 4K の普通の MP4 なのでめちゃくちゃ軽いってわけじゃなくても、そこそこ普通に再生できます。さっきの流そうとしたのはプロレスの動画データなので、それは確かに再生できないな。でじゃあダウンロードの速度ですよね。ダウンロードの速度もちょっと見てみましょう。はい、これダウンロードで入れてみると今20メガぐらいですね。ちょっと遅めだな。この速度に関しては土日とか平日とか使う時間帯にもよると思います。なんでかっていうとお家の Wi-Fi を使ってるからですね。その Wi-Fi の環境によってって感じです。さっきもちらっと話したんですけども、マックスで言うと100メガぐらいで、最低で言って10切ることはないんじゃないかな。今のところないですね。さっきも言った通り平均が560、30から560の間くらいです。だから速度は特にめっちゃ期待はしてないです。めちゃくちゃ速いかって言われたらそんなことない。ただめっちゃ遅いかって言われたらそんなこともないです。そもそもハードディスクに僕大量のデータをバーンって送りたいので夜中回しておくんですよ。夜寝る前にこのデータだけポンと移しておこうみたいな感じで NAS に送ったりしているので、そういう使い方をよくしてるんですけども、そういう場合って朝までにデータ転送が終わればいいなと思ったりして使っているので、クラウドもそうだと思うんですけども、そんな感じで使っているので速度的には僕はそんなに気にはしてないです。もっと速度を求めたいよって人はでっかい NAS 買うとか、あとはハードディスク自体も高いハードディスク買えば回転数っていうのが多くなって速度速くなったりもするし、NAS 自体にキャッシュ用の SSD っていうのも入れられるんですよね、高い NAS だと。なのでそういうのを導入するっていうのもありかなとは思います。実演的にはこんな感じでしょうか。他にも、例えばユーザー、僕と妻、その個人フォルダを用意したりとか、権限を個別に付与させるってこともできたりします。なのでいろんなこと、この UI の中からいろんなことが一応できますという形になってます。ケイスケの動画。はい、でここまで、このねユーグリーンの NAS 紹介してきたんですけども、最後損益分岐点ですね。どのぐらいのハードディスクを買った方がいいのかっていう話したいと思います。要は2テラ2テラのハードディスク2個買ったら本当は4テラ使えるけど2テラしか使わないよというバックアップの方式取るとした時の損益分岐点、要はクラウドとどのぐらいお得かっていうのを考えてみました。で結論言うと2テラバイトの場合、要は2テラ2テラのを使う場合はやめといた方がいいです。クラウドの方がいい。なんだけど4テラ以上使う人は NAS にした方がいい。でも AI 使って損益分岐点出してもらいました。こちら出してもらったところ、最近ねハードディスクも高騰してるんですよ。で僕おすすめのハードディスクにしてるんで、しっかり信頼性のあるちょっと高めのハードディスクで計算してます。でそうするとこのユーグリーンの NAS だとだいたい約8万ぐらいかかるんですよ。でこれ5年経ったとしてもクラウドだったらトントンです。で万が一ハードディスク壊れるリスクっていうのも計算すると5年で回収できなかったら、ちょっといまいちかもなと思ったりしてます。ただ 4TB 以上になるとこれかなりガラッと変わってくるんですよね。っていうのもクラウドってストレージの容量上がってくるとめちゃくちゃ急に値段高くなるんですよ。で 4TB とかだと例えば Google だったとしても5年で15万近くかかるんですよ。14万5千円。でそれに対して今回の NAS であれば 4TB2 つ入れた形にすると5年間で合計で96,940円と。で、仮にこれ5年じゃなくて3年で比較したとしても、ほぼトントンで使うことができますという形です。でもちろん 4TB でお得ってことは 8TB もお得なんですけども、 8TB だともう1年で回収できちゃうレベル、1年間使ったら 8TB の方が全然お得です。なので僕 8TB にすればよかったなって今思ってます。はい
本当にこれ計算してからハードディスク買えばよかった。仮にねこれ 8TB でクラウド使った場合と NAS 使った場合で値段を比較してみると、約30万ぐらい値段が開きます。30万はさすがにでかいねという形になるので、結論はさっき言った通りではあるんですけども、2テラしかいらんっていう人だったら別に NAS じゃなくてもいい。ただ2テラでいい人なんてあんまおらんでしょね。4テラぐらいは欲しいじゃん。だって最近はスマートフォンでさえ 256GB とかよ。でカメラに入れる SD カードとかもそうじゃん。128から256、大体僕が持ってるのは256とか、なんなら 1TB の SD カードとかも出てきてるので、そういうのを考えると4テラでもちょっと足んないかなと思うくらいだと思います。もちろんね初期費用で 8TB 出そうとすると13万ぐらいかかっちゃうんで、ちょっと高いは高い、覚悟いるなっていう感じはします。なので、一番無難なちょうどいいところとしてはやっぱ 4TB ぐらいから始めるのがちょうどいいかなと思いますので、ぜひ今回の比較表を参考にしていただいて、自分このぐらい使いそうだな、踏ん張って 8TB にしちゃおうだったりとか、いやいや今抑えてやっぱ 4TB にしちゃおうとかね、そういうの考えてぜひね導入してくれると嬉しいなと思います。ケイスケの動画。はい。ということで今回は NAS のお話でした。NAS 導入してみて、やっぱ置き型の NAS って便利だなっていう風に普通に感じてます。で、ちょっと僕が悩んでるところで言うと、今回結構エントリー向けのね、NAS 導入させていただいたので、これをそのまま使っていくのももちろんありなんだけど、僕結構データ本当に使うから、そのデータ全部貯蔵できるような、めちゃくちゃ初期費用をかけて NAS 組むっていうのもありかなっていう感じは僕はしてます。ただ今動画見てくださってる人の8割はこの NAS で十分だと思いますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。